明けましておめでとうございます。明けましておめでとうございます。2020年がいよいよスタートしました。はい、木崎さん、今年もよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。今回はですね、はい、新年ということで、はい、エクササイズではなくて、はい、今年のおなご体操の抱負といいますか、はい、方針といいますか、新年の誓いを、お願いしようと思いまして、はい、このような形でセッティングをしました。はい、よろしくお願いいたします。お願いします。一応オリンピックイヤーだし、紅白にしてみました。本当ですね。いよいよオリンピック。そういえば木崎さんってあれですよね。シドニーオリンピックに参加したんですよね。そうウェイトレスで参加してました。選手じゃなくて、サービスで参加したんですね。そうですね。楽しかったです。ね、20年前になりましたね。そうですね。月日の経つのは早いですが。はい。では、早速ですが、新年の抱負をお願いいたします。はい。それでは今日は実はこのようなものを準備しておりまして、じゃじゃん。くる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 。はい。はい、書き初めですね。書き初めです。それ木崎さんの字ですか？はい、頑張りました。お正月早々嘘はいけませんね。嘘書いてません。はい。それ私が書いたんですよね。はい、カメラさんが書きました。大した字じゃありませんね。私よりはいいと思います。小学生の時は習字2段だったんですけれども、あまり面影がありません。私4級なので書かない方がいいと思います。ではなんて書いてあるんでしょうか。はい、ここね。おしゃべり中もつつしまえと書いてあります。これ意味はどういうことなんですか？まんまなんですけど、はい、おしゃべり中もというのはつまり女同士でねいろんなおしゃべりしている間もただもちろんね楽しかったらそのおしゃべりに、集中してればいいと思うんですね。でおしゃべりだんだんつまらなくなってきたりします、ね、でなんとなくおしゃべりしてるんだったらちゃっかり膣しまいましょうよってことです。私が男性っていうこともありますけども、膣をしまうっていうちょっと感覚が、分かりづらいっちゃ分かりづらいんですけど、もうちょっと説明していただけますか？はい、それでは私が骨盤底筋エクササイズを人々に教え始めた頃からの話になってしまうんですけれども、もともとは私の実の母親に教えようと思ったところから始まったんですが、母親は骨盤臓器脱で苦しんでいたので、一刻も早く医師とのね、相談して、早く骨盤底筋を自分で、いわゆる一般的な言い方で言うと引き上げるとか締めるとかね、そういったことをしてくださいっていうふうに言われたわけですね。で教え始めようと思いましたら自分の母親でも非常に言葉を選ぶのが難しかったです。で感覚的にね、教えたらいいのか例えば専門用語で教えたらいいのかすごく悩みました。で例えば膣をね締めるという言葉がおそらく一般的だと思うんですが、締めるというのは確かに筋肉を収縮させて上に上げていく引き上げるという言葉もよく聞きます。で私もねどのように伝えるかっていうことの前にどのように書かれているのかっていうのをよく調べたんですね。で調べてもその日本語と自分の体の使い方がつながらないんですね。で自分の体としてつながらないものを人に教えることはこれできないんですよね。いやでも引き上げるとか締める、じゃあなんでダメだったんでしょうか？引き上げると締めるだと、まず引き上げるはそもそも理解できないですね。上げたことないものを引き上げるというのは引いてあげるですから膣と引いてあげるはまず日本語として全然
つながらない。わかりました。はいはい、で、次に締める、で締めるで教えますと、例えば母のようにもうトラブルがある方の場合ね、失敗は許されないんですよ。間違えて伝わってしまったらこれ意味がないんですね。で意味がないんだったらまだいいし、効果がないんだったらまだいいんですが、これね間違えると悪化させるんですね。で実際私経験あるんです。悪化させてしまった経験が一度だけあります。伝え方が抽象的だと締めるで教えてしまうと、トラブルありの方は、はっきり言ってしまうと尿漏れひどくしました。あるんですね本当に。で2年間ぐらいその方頑張ってたんだけれども、ある時なんとなく確かめてみたら、知らない間に勘違いして押し出してたんですね。だから締めるっていうのは確かに力を入れるんだけれども、私11月の骨盤底筋の特集の時にこういうアクションを手でやったと思うんだけれども、これやっぱりね大事なものをしまっていくっていう言葉が今まで教えてきた中で、70代でも80代でもこれ一人も失敗してないんですよ。本当ですか。はい、1週間でできるようになるんですね。本当に。そうで悪化させた経験があるからこそ日本語の選び方は非常に大事だと。豊かだからこそ、たくさんあるからこそ、例えば英語だったらスクイーズって言ってみたりね、いろんな言い方があると思うんです。多分英語だと筋肉をこう絞り込むみたいな感じでスクイーズってやると思うのね。でも実際にスクイーズしちゃったらどうなのかなって思うんですよね。ですので大事なものをしまいましょうね。でしまっているかどうかのチェックもできますよっていうことで、今日はチェックもやっていきます。よくわかりました。しつこいようですが、普通ねこういう、その女性系のエクササイズだと、やっぱり膣締めるっていう言い方が一番ポピュラーだと思うんですよ。ポピュラーなんですよ。困ってます。でもわずかな人であっても、それだとやっぱりリスクが伴うってことですよね。それすごい大事だと思います。大事なんですね。で自己チェック法もこれね、いろいろ今回ねどんな自己チェック法をネットなどで放映してるのかなと思って調べてみたら、はっきり言っちゃいますとね、ありえねえっていう自己チェック法もあるんですよ。物理的にそれ無理だよね、あなたやってないよねっていうのが明らかに分かるチェック法もあるし、だから女性にとって大事な部分だから、確かにしまうっていう言葉は一般的ではないけれども、これはできるだけ安全に100人いたら100人に誤解がないように日本語を選ぶ必要が教える立場としてはあるんですね。だから教科書に書いてある通りに教えてはいけない。まず自分が分かる言葉、そして伝えていて誰に聞かれても矛盾がない答えをちゃんと出せているのか、誰に何をこう聞かれても全部に答えられないとこれ教えちゃいけないと私は思ってます。なるほど、わかりました。お正月早々いいお話だったと思います。力が入っちゃった。しまうってのなんか大事さが男ですけど、少し分かったような気がします。よかったです。じゃあ早速その自己チェック法を教えていただけますでしょうか。はい。もうこれ言葉のまんましまえているかどうかの自己チェックなんですけれども、何もいらない。ただ座っていただいて、普通の正座ってね、膝を合わせていますが、このように割り座と言います。これね、もともと日本古来の正式な正座なんですよ。よく剣道の方がこうやって待ってないかな、袴履いてるね。で横から見ていただくとこういう状態で、お尻の下にこのように手のひらを踏みます。かかとちょっと痛いけど、ちょうどそうね、自分の2本の中指が座骨よりもちょっと内側に入っていて、ちょうど椅子の座面に当たるところにこう踏んでるような感じになります。で指の先には骨盤底筋の表層が少し当たっているわけですね。表層がね。でじゃあこの状態
はい、ここでじゃあ、11月にはボールを使ってさくらんぼを吸い込むようになんていうふうに言いましたが、実際に膣をしまう動作を自分でしてみます、はい。でそうすると手に当たっているところがふわーっと上がるんですよ。で上がったり戻ってきたり上がったり戻ってきたり、もう本当にこうありますから、上がったり戻ったりします。でちょっとカメラさんこれ映るかな、こうしたら間違いです。いいですか。上がっていい、お尻が今上がったの分かった？はい、お尻持ち上がりましたね。はいはいはい。降りる、上がる、降りる。一切この持ち上がる動作は自分でやらない、はい。でーんと座ったまんまお尻をドーンと踏んづけて、お尻で手のひら踏んづけてます、ですから手は痛いんです、踏まれているから、はい。でこの痛い手がちょっとでもこう痛さが上に上がって楽になったら、これはできていません。はいはい。でドーンって乗って痛い手痛いの状態でしまうと、その指先に触れている部分はちゃんと上に上がりますから、もうこれだけなんです。上がる、戻る、上がる、つまりしまえている、戻ってる、しまえてる、こんな風に手に感じます、でこれでしまえてる、こうならずにこうならずに、でーんと座ったまんまちゃんと上がったり戻ったり上がったり戻ったり、これは例えば早くすることもできるし、ゆっくりすることもできるし、自己チェックとしては指に触れているそのお尻の皮膚が本当に上がるんです。そうなんですか。もう本当にスタジオではこのように個人レッスンの場合は私の手をこういうふうに踏んでもらいます。で踏んでもらってどれぐらいのなんていうのかな、強さでそれが上がっているのか戻っているのかっていうのは誰が誰のチェックをしても分かるし、自分でもすぐ分かります。なるほど。分かりました。はい。じゃああれですかね、視覚的にはねこう見えないですから、ちょっと言葉でフォローしますけども、いわゆるデリケートゾーンに近い部分を、自分の指で、しっかり、踏んでというか踏みながら触って、で、そこで筋肉が動いてるかどうか、っていうことを、自己チェックするっていう、そういうことでしょうか。そういうことです。でしまうと上がります。なるほど。はい。わかりました。上がるか上がらないか。で、お尻が上がったらダメ。はいはい。で、上がるのは手に触れている自分の皮膚。はい。デリケートゾーンの皮膚が上がります。わかりました。で、それがちゃんと上がってれば、動いてるというか、膣がしまえてるってことですね。しまえてるってことです。で、上がらなかったらしまえてないっていう。そう、しまえてないか、非常に弱い。でね、初めは弱くてもなんか手にかすかに動きを感じられれば、ちゃんとかすかに動いているということね。まずね、初めはねびくともしないかもしれない。本当に今までお腹でねギュッギュッってやってる方、例えばおへそをどんなにしまっても、お腹をへこませても肩を上げても、おそらく腹筋でやる方がほとんど多いと思うんだけれども、腹筋でどんなに頑張っても全くデリケートゾーンの皮膚が上がっていかないことが分かります。でそこで初めて腹直筋ね、腹直筋と膣をしまう筋肉というのは別物なんだなっていうこと、そこに気づいてもらうとことにすごく大事な部分があります。いわゆるインナーマッスル、本当に奥の筋肉っていうことですかね。そうですね。で1個だけ言っていいですか、大事な部分。女性はここにねおしゃべりしながらのおしゃべり中もなんですけどね、呼吸をちゃんとできるというところが大事なので、おしゃべりをしながらというところには膣をしまいながら
って息を止めている状態ではこれダメなんですね。でダメというか効果がもったいない。女性はお腹をへこませてはいけないんですね。でへこませてもそもそも膣は開いてしまうし、押し出されてしまうし、それから膣をしまうことでシェイプアップもしていきたいわけですよ。はい、でシェイプアップをする上で呼吸が伴わないと、インナーマッスルである腹横筋が働かないんですね。ですので、おしゃべりね、息を止めないでやってほしい。呼吸しながらってことですね。そうですね。呼吸筋と一緒に使うってことになります。わかりました。はい。実際にどうやって骨盤底筋の、エクササイズをしていくかっていうのはまた、後日いろいろ教えていただくことになると思います。はい、で来週からは1月のエクササイズということで、はい、リラックス&、スイッチの入れ方。そう、まずはスイッチ入れていきますよね。今日のこのおしゃべり中も膣しまえも自分の中の大事なスイッチを入れる場所なんですね。でインナーマッスルを使うスイッチ第一が膣をしまうこと。で次回はその体の中でもう一個大事なスイッチがあるので、このスイッチ入れると綺麗になるよっていうスイッチです。逆にそのスイッチ、使わないと老けてデブになるよってそうですか。そうなんです。わかりました、ではまた、次回も楽しみにしておりますので、よろしくお願いいたします。はい、どうも今日はありがとうございました。ありがとうございました。